1987年、ヤマハ DX7 がもたらした高質で数学的なデジタルの波に世界が少しだけ疲弊を感じ始めていた頃、ローランドは歴史に残る一つの最高に美しい魔法を静かに水面に投じました。前回からのつながりになりますが、LE シンセスのお話ですね。アタック、つまり音の立ち上がりのほんの一瞬にだけ本物の楽器の録音である PCM の断片を使って、その後の持続音をデジタル波形で補うという手法ですよね。はい、そうです。現実の不完全なコピーではなく、人々の記憶の底にある理想の音色を描くという素晴らしい哲学です。この D50 がいかにしてポップスからジャズ、ハリウッド映画まであらゆるジャンルを支配し、同時に長年寄り添ったアナログ機材たちを追放してしまったのか、その美しくも残酷な支配の記録を紐解くことです。音楽制作の常識を根底から美しくしたこの熱を帯びた旋風、その光と影の物語、そしてそこに秘められた人間ドラマを最後まで見届けたいと思っていらっしゃる皆様は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。皆様の静かな応援がこの探求を続ける何よりの原動力になりますからね。その魔法がいかにして世界を覆っていったのか、まずはポップスの名曲から振り返ってみたいと思います。そうですね。1988年にリリースされたアイルランドの歌い姫エンヤの檻の子フロー。リスナーの皆さんも深い森や霧の中から立ち上がってくるような独特の浮遊感を一度は耳にしたことがあるはずです。あの曲の中心でまるで心臓の鼓動のように絶えず刻まれている非常に印象的なピチカートの音がありますよね。エンヤですから当然アコースティック楽器を何十回も緻密にダビングして神秘的な音の壁を作っているのだとずっとそう思っていました。実はそこが最大の驚きなんですよ。歴史的なピチカートの正体はなんと D50 の工場出荷時に設定されているプリセットの44番ピッザ55という音なんです。しかもここで重要なのは、本来ならアコースティックな弦楽器をデジタルで模倣しようとしただけの音が、いつの間にか現実の楽器以上に美しく響いてしまったという事実なんですよね。つまり現実のピチカートをそのままマイクで録音するよりも、このピッザ55を伝った方がリスナーが頭の中で思い描く完璧に美しいピチカートのイメージに近かったということですね。まさに現実を模倣したはずのデジタルが現実の美しさを超えてしまった瞬間です。これこそ理想の音色を追求した LA 音源の真骨頂ですね。現実以上のリアリティを提示する逆転現象と言えます。なるほど。そしてこの D50 の魔法がもたらしたもう一つの象徴的な例が、シンセマニアの間で長年語り継がれているちょっとした逸話がありますよね。有名な勘違いのエピソードですね。そうなんです。マイケルのダーティー・ダイアナという曲の冒頭で流れる金属的なイントロ。あれが長年 D50 の21番プリセット、デジタルネイティブダンスだと広く信じられてきました。なんと一時期はメーカーの公式でさえ、うちの D50 が使われていますと紹介してしまったほど強力な都市伝説でしたからね。リスナーの皆様の中にもそう信じていた方が多いかもしれませんね。でも実際は違ったんですよね。はい。近年の研究や関係者の証言で、あれは D50 ではなくて巨大なモンスターシステムシンクラビアで作られた音だと歴史が訂正されています。なぜ世界中のプロフェッショナルからメーカーまでがこぞってそんな勘違いをしてしまったんでしょうか。それこそが当時の D50 が放っていた圧倒的なオーラを物語っているんだと思います。当時数十万円だった D50 の音が凄まじすぎたせいで、あんなに最先端ですごい音は全部 D50 から出ているに違いないと世界中が錯覚してしまったんです。数千万円のシステムと数十万円のシンセが人々の耳の中で完全に同格として扱われていたわけですね。その魔法の力はやがてポップスというジャンルすらも軽々と飛び越えていきます。ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイビスでさえもマーカス・ミラーと共にアルバムアマンドラや映画シエスタのサウンドトラックでこの魔法の虜になりました。ちょっと待ってください。マイルス・デイビスといえば人間の魂の叫びのような声楽器の表現を極めた人ですよね。なぜそんなジャズの巨匠が計算されたデジタルの響きを求めたんでしょうか。それはですね、異質なもの同士のぶつかり合いがもたらす奇跡的なコントラストを求めたからなんです。マイルズの生々しく、そしてどこか孤独なトランペットの音色が D50 の冷涼なデジタルの響きの上に乗ることで信じられないほどの調和を見せました。なるほど。冷たい氷のステージの上で熱い血の通ったトランペットが踊るような感覚ですね。
まさにそれです。マーカス・ムラーはカテンベという楽曲のイントロで、先ほど話題に出たデジタルネイティブダンスの不思議なループ音を大胆に導入しています。単なる無機質な機械音ではなくて、そのデジタルの冷たさの中に確かに血の通った温度があったからこそ、ジャズの巨匠たちも受け入れたのでしょうね。ええ、デジタルの正確さの中にも人間が感情移入できるだけの揺らぎや有機的な響きが内包されていたからこそ、映画音楽の世界でも名作曲家たちがこぞって D50 を採用したわけですよね。はい。フランスの作曲家エリック・セラが映画ニキータで使ったエピソードですね。冒頭のリコーズ・ギャング・スイサイドという曲で D50 の象徴的なプリセットであるファンタジアが鳴り響きます。当時の D50 の PCM 音源は12ビットでしたから、現代の高解像度な環境から見れば情報量が少なく、特有のざらつきや量子化ノイズが持っているんです。今のクリアな音源とは違うある種の荒さですよね。そうです。でもその12ビットの粒子感が映像作品においては必要な人間臭さやシネマチックな情緒を与え、完璧に機能したんです。面白いですね。本当にありとあらゆるジャンルに潜り込んでいきましたからね。意外なアイドルの B 面曲や深夜番組の BGM、そしてアンダーグラウンドなクラブミュージックまで、 D50 の音は本当に至るところに偏在していました。リスナーの皆様も意識していないだけで人生のどこかの場面で必ずこの音の粒子を浴びているはずなんですよ。実はこの番組を作っている中の人も皆様と同じ時代をリアルタイムで過ごしてきた世代なんですが、シンセサイザーの実機に触り始めたのはごく最近らしいんです。青春時代に聴いていたあの名曲のあの音も D50 だったのかという驚きを今まさに体験している最中だと言っていました。ああ、その驚きや発見をぜひリスナーの皆様とも共有したいですね。ええ、皆様の記憶にある王道のヒット曲はもちろん、こんなマニアックな曲にも使われてたのといったこだわりの一曲があれば、ぜひコメント欄で教えてください。あなたの記憶の中の D50 の音を私たちにも共有していただけると嬉しいです。さて、ここまで世界中を席巻し、圧倒的なサウンドを提供した D50 の輝かしい光の面を見てきました。しかし、歴史が動くとき、そこには必ず敗者が生まれます。ここがこの機材の歴史における最も切ない転換点ですね。D50 はたった一音鍵盤を押し込むだけで、深いリバーブやコーラスに包まれた完成された極上の空間を提供してくれました。それまでミュージシャンたちはどうしていたかというと、アナログシンセを何台も重ねて、オシレーターのピッチを少しずつずらして微調整し、膨大な手間をかけて音の壁を作っていたんです。その職人技ともいえる苦労が D50 の登場によって古臭くて非効率な手間へと変わってしまったわけです。アナログシンセのノブを回して、自分の耳だけを頼りに独自の音を紡ぎ出していた時代が、プリセットボタンを一つ押すだけで呼び出せる完璧なデジタルの空間の前に完全に無力化されてしまった。機材に愛情を注いできた人間からすると、本当に胸が締め付けられるような出来事です。昨日までスタジオの最前線で輝き、数々の名曲の土台を支えてきたジュノ106やジュンピターといった名機たちが次々に配線を抜かれ、スタジオの隅へと追いやられていきました。アナログ特有の温かみのある揺らぎがデジタルの計算された完璧な空間に敗北した歴史的な瞬間です。その敗北を象徴するかのように、1985年のアルファジュノ2を最後に、ローランドのラインナップからジュノの名前そのものが消滅してしまいましたよね。はい、2004年のジュノ D として劇的な復活を遂げるまで、実に19年もの長きにわたる沈黙の歳月が必要でした。19年ですか。D50 がもたらしたデジタルの衝撃がいかに圧倒的で後戻りのできないものだったかがわかりますね。追いやられたアナログ機材たちはその後どうなってしまったんでしょうか。市場はまさに新しいデジタル機材への狂乱状態でした。そのため、昨日まで非常に高価だったアナログシンセがまるで捨てられた子犬のように信じられない価格で投げ売りされる事態に陥りました。記録によれば、名機であるミニムーグが300ドル、ジュノ6が200ドルといった今では考えられないような値段で中古屋の片隅に並んでいたそうです。数万円でミニムーグが。今のヴィンテージ市場の価格を知っている私たちからすると、まさに悪夢のような、あるいは夢のような光景ですね。しかしここで歴史の皮肉というか、非常に面白い断絶が起きますよね。その通りです。
その安さと不完全さこそが、後に世界を揺るがす新しい音楽の種をまくことになります。どういうことかというと、プロのスタジオから追放され、二足三分で叩き売りされたアナログ機材たちが、お金はないけれど有り余る情熱を持った若者たちの手に渡ったんですね。D50 のようなすでに完成された完璧な音ではなくて、ノブがむき出しでいじりがいのあるアナログ機材。若者たちはその機材を直接触り、極端な設定で鳴らすことで、テクノやハウスといったアンダーグラウンドのダンスミュージック革命を引き起こしました。最新の機材で作られる洗練されたポップスの裏側で、捨てられた機材たちが全く新しい音楽ジャンルを切り開く途上を作っていた。テクノロジーの進化がもたらす非常にドラマチックな副作用ですね。完璧なものが世界を支配したからこそ、不完全なものが新しいカウンターカルチャーを生み出した、胸が熱くなる展開です。しかし、その完璧さでプロの現場を制覇したはずの D50 自身も、実はレコーディング現場で大きな問題を抱えていたと聞いています。順風満帆に見えて、実はそうでもなかったんですよね。はい。ここからはエンジニアたちの困惑の物語です。D50 はシンセサイザーとして初めて本格的なデジタルエフェクターを内蔵していました。これにより楽器単体で音の空間作りまでが完結してしまったのですが、これがレコーディングエンジニアたちとの間に思わぬ摩擦を生むことになります。プレイヤーからすれば、弾いた瞬間に素晴らしいリバーブがかかっていて気持ちいいはずですよね。なぜエンジニアは困惑したんでしょうか。プリセットの音は単体で弾くと信じられないほどリッチで色気たっぷりなんですよ。しかし、いざベースやドラム、ギターなど複数の楽器が鳴るミックスにその音を混ぜ込もうとすると、音が分厚すぎて空間を埋め尽くし、他の楽器が鳴るべき帯域や居場所まで完全に奪ってしまうんです。なるほど。例えるなら、一つの小さな舞台の上に強烈な個性を持ったメインボーカルが3人同時に上がってきてしまって、お互いの声がぶつかり合って誰の歌も聞き取れなくなってしまうような状態ですね。当時の音楽誌はこの現象を非常に的確な言葉で表現していましたよね。はい。ラッシュ、マッシュ&チーズ、痛烈な評価です。本来、楽曲全開の空間をデザインし、それぞれの楽器の立ち位置を決めるのは、レコーディングエンジニアの神聖な仕事です。それなのに、シンセサイザー側が勝手に深いリバーブやコーラスをかけ、私が主役ですと主張してくるわけですから、現場が混乱するのも無理はありません。エンジニアの仕事を機材が勝手に奪ってしまったことによるジレンマですね。では、現場のエンジニアたちはこの暴れ馬をどうやって手なずけたんでしょうか。彼らが取った苦肉の策は D50 の内蔵リバーブをあえてオフにし、完全にすっぴんの状態で録音することでした。単体で弾いた時の圧倒的な派手さは失われますが、ミックスの中ではその方がはるかに他の楽器と馴染み、扱いやすかったのです。でもそれってすごく残酷な話ですよね。なぜなら先ほどお話ししたように D50 の魔法の核である LA 音源は短い PCM のアタック音とデジタルの持続音を組み合わせたものです。深いリバーブというお化粧があったからこそ、アタック音の短さやつなぎ目の不自然さが美しくぼかされ、魔法のような響きを生み出していた立役者だったわけじゃないですか。まさにその通りです。しかし、エフェクト込みのままではミックスが泥沼化する。エンジニアたちにとってこの豪華すぎる響きはなんとも複雑なパズルだったのです。完璧な魔法だからこそ、現実のアンサンブルの中では扱いが難しかった。深いですね。そして物語はいよいよ一つの頂点と、その先の未知なる領域へと向かっていきます。1989年の終わりを迎える頃には、円や、そして銀幕に至るまで、文字通り世界中のあらゆる場所から D50 の音が溢れ出ていました。世界を完全に制圧したのです。しかし、あまりにも偏在し、至るところでその魔法の音が使われすぎた結果、皮肉な現象が起きますよね。D50 の有名なプリセットをそのまま鳴らすのは手抜きみたいで恥ずかしいという、ある種の飽和状態に達してしまったんです。誰もが知る音になってしまったことで、新鮮さが失われてしまったんですね。しかし、D50 の物語は、プロのスタジオを制圧して飽和したところで終わるわけではありません。LA 音源の真の恐ろしさはここから始まるのです。プロの世界を支配した先にまだ続く革命があるということですか。ええ。この巨大で複雑な魔法のエンジンは、やがてさらに小型のモジュレート姿を変えていきます。そして、プロが使う数千万円の機材など逆立ちしても買えなかった名もなき少年少女たちの6畳一間へと降りていくことになるのです。
ついにデスクトップミュージックの夜明け、あの小さな黒い箱の登場につながっていくわけですね。D50 が世界を制覇したその後すぐ、何百万円もするスタジオではなく、普通の少年たちの部屋で突然として壮大な映画音楽が鳴り響き始めた。それは音楽の歴史を変えるもう一つの革命の物語です。次回はその小さな箱がもたらした奇跡についてお話ししましょう。どうぞお楽しみに。スタジオの空気を一変させたあの最高に美しい魔法は、やがて形を変え、世界中の六畳一間に降り注ぎ、新たな時代の魔法使いを無数に生み出していくことになります。すべてを包み込んだあのデジタルの波の底で、私たちが本当に失ったもの、そして新たに手にしたものは何だったのか。ぜひ皆さんもご自身の記憶と重ね合わせて思いを巡らせてみてください。それではまた次回の探求でお会いしましょう。